はい、皆さんこんにちは。今回はね、前回この充電式の LED 投光器、こちらをねご提供いただきましたスパリー様からまたね新しいものをご提供いただきましたので、そちらの方をちょっとね見ていきたいと思います。で、この段ボールの中にねたくさん入ってるんですが、これ何かと言いますと、車用の LED バルブになります。で、スパリー様はもともとこのカー用品のね、LED バルブの方をたくさん出しておりまして、で、多分その後にねこういう LED の投光器とか出してきてると思うんですが、もともとはねこういうカー用品の、LED ライト、こちらの方をね取り扱っております。結構ねYouTube とかでもね、レビューされている方もいらっしゃるんですが、今回こちらの方をご提供いただきましたので、ちょっとね実際の取り付けと、あと明るさね、あと配光がどんな感じなのかっていうのをね、実際に、レビューしていきたいと思います。で、今回ご提供いただきましたのは、1台分いただきました。何の車1台分かと言いますと、ここにあるね私のエイブリ、スズキのエイブリですね、こちらを1台分ご提供いただきました。ありがとうございます。で、今回ご提供いただいたのはね、もう全部一式になります。私がねこのバルブとこのバルブというふうに指定しまして、それをね一式ご提供いただいております。で、ご提供いただいたのはこのヘッドランプと、あとスモールのね、このポジションランプ、あとウインカーですね、あとフォグランプのご提供、あと後ろの方もねストップランプと、あとウインカーとね、スモール、あとバックライトということで、ご提供いただいてます。で、さらにはね、室内の方までちょっと手を加えていきたいと思うんですけれども、ちょっとね私車の方が本業ですので、そういったところで取り付け方とかね、配線の仕方っていうのをね、ちょっとお見せできればいいかなと思います。はい、で今日取り付けるのは、フロント側を取り付けしていきたいと思います。で、フロントはね、こちらとこちら、はいと、クリアランスランプ、あとはねアンバーウインカーですね、ウインカーの T20 かな、はい、こちらになります。はい、でこれね、何かと言いますと、まずこちらがヘッドライト H4 用のヘッドライト、通常のね車のハロゲンランプ純正でついてる車に関してはH4 がほとんどかなになると思います。私が知ってる限りはね。なのでその H4 の LED ヘッドランプと、あとフォグランプですね、私のはね、H8 とか H11 とかね、そういったシリーズのフォグランプバルブになりますので、それ用のね、全部共通ですんで、それ用のフォグランプで、今回はなんとね2色切り替えタイプ、こちらをねご提供いただいております。はい、なんか箱もねしっかりした箱にちゃんと入ってきてます。明るさ最大2倍という風になってますね。はい。で、こちらがね、クリアランスランプとなってますけれども、これはね、スモールランプですね、車幅灯の方、あとナンバー灯とか、あと私の車でいうとね、ルームランプがこれに該当します。で、これはね、なんとね、10個入ってるんですよ。なので、1個買えば、大体1台分ね、余裕でいけるんじゃないかな。大体の車、スモールランプ2つと、あと後ろがね、ナンバー灯とかね、あとルームランプ2つぐらいついてたとしても、1、2、3、4、5個ぐらいですかね、になります。あとねドアのカーテージランプとかね、ついてたとしてもね、6、7とかね、10個ぐらいあればね十分足りるかなと思います。他のね家の車につけるのもありかと思いますんで、これもどれぐらいの明るさなのかっていうのを見ていきたいと思います。で、これはね私ちょっと初めてなんですが、これアンバーのウインカーの LED バルブになります。で、私ねウインカーとかストップランプ LED バルブつけたことがないんですけれども、あまりねそういう改造しないので、今回ねご提供いただいた縁というのもありまして、ちょっとこちらの方ね試しにつけてみて、どういった光り方をするのかとかね、明るさとか、そういったものをねちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね中身の方開封していきます。これね H4 タイプの、LED ヘッドランプバルブという風になります。中身はね、こんな感じです。ちなみにこれ2023年モデル、最新モデルという風になります。ここに書いてますね。毎年ねバージョンアップして出してきてると思うんですけれども、今回は、2023年、これの最新バルブという風になっております。取り付け説明書ございます。あとはなんだこれ、エンブレムみたいな
のが入ってきてますね。両面テープでつけるようなエンブレム。すごいね、こういうの入ってきてます。で、本体の方はね、じゃん、これなんです。いやー、これね、ちょっとね、初めて見た時びっくりしましたね。私正直今ね、IPF の LED ヘッドランプと、あとポジションランプの方を使ってるんですけども、これね、めちゃくちゃスリムで小型です。で、大体の LED ランプ、まあ、国内製とかもなんですけども、ここのね、取り付け部分が結構ね、ヒートシンクついてて太かったりとか、ここのね、ところがね、ちょっと太かったりとかね、あと長さが長くてその先端にファンがついてたりとかね、ちょっと適合しない車もあると思います。で、ここのね、ファンがついてたりとか、ヒートシンクがね、ここにでっかいのついてると、ヘッドライトにガチャって入れた時にね、最後にゴムのブッシュをね、防水のブッシュをつけるんですが、それがね、入らなくて、切って加工したりとかね、私も今その状態ですけれども、っていう場合がございます。これはね、ものすごいスリム。で、ちゃんとね、ファンもついてます、ここに。なので、これちょっと楽しみですね。で、問題なのはね、背光特性ですね。LED チップがね、ロービームと、あとハイビームっていう風についてますけども、ロービームにここに、まあ、なんていうかね、遮光壁みたいのね、遮光するためのものがついてます。ロービームはね、基本的に、乱反射しないようにね、ちゃんとカットラインというのが出てて、で、反射板のね、まあ、大体上側だけを照らして、こう、下をね、照らしてくれるという風な構造になってますんで、なるべくね、反射板の下に光がいかないように、こういう風に、遮光するためのね、壁がついております。これがないとね、もう乱反射しまくりでね、もう相手からパッシング食らいますんで、まあもちろん車検も通りませんしね、まあ大体今はこういう仕組みになっていると思います。はい、これがね、H4 バルブです。はい、じゃあ次がね、これ、LED のフォグランプのバルブになります。で、これをね、今回ちょっと楽しみにしてたんですけれども、はい、同じく説明書とエンブレムの方がついてきています。で、これがね、はい。これもね、とてもスリムです。で、もう本当にね、シンプルですね。で、これはね、ヒートシンクがついてて、で、まさかのね、2色切り替えタイプです。まあ、って言ってもね、私も今、2色切り替えタイプの車外のね、LED のフォグランプ同じようなのつけてるんですが、ちょっとメーカーは違うんですけどね、車買った時にね、もう4年ぐらい前かな、4年半前かな、になりますけれども、つけてます。そちらもね、まだ現役でバリバリ動いてますけれども、今回このスパリー様のね、フォグランプバルブ、これをつけていきたいと思います。で、よく見るとね、上と下でね、色が違うんです、バルブが。黄色とオレンジになってますね。で、これでね、白色のフォグランプと黄色いフォグランプ、この2色の切り替えができます。これはね、とても使い勝手がいいです。私も今ね、使ってますけども、とてもね、使い勝手がいいです。雨とか霧とか雪の日はね、黄色にしたりとか、通常の時は白とかね、まあそういった切り替えができます。で、通常はね、この下にね、あとコントロールのね、ボックスがついてたりするんですよ。こう、なんていうのかな、まあついてます。インバーターみたいなやつがね。で、それがね、ないです。内蔵されてますので、もう一体型なので、本当にバルブをガチャッとね、ひねって、もう固定するだけ、もうそれだけですので、通常の純正バルブをね、交換するような感じで交換ができます。で、これ形状はね、みんな一緒ですんで、まあ、一緒っていうのはね、H8 とかね、H9、H11 とかね、まあそういったのありますけども、それみんな一緒になりますんで、大体の車はこれで対応できると思います。はい。で、次がね、これ、アンバーですね。アンバーというのは、ウインカーバルブになりますんで、はい、これね。あ、こっちもステッカーついてきてるね。で、このウインカーバルブ、これをね、やっていきたいと思います。で、私のね、フロントのウインカーバルブはこのタイプになっております。このウェッジのね、T20 っていうサイズになりますんで、これかっこいいね。もうメタルボディにね、で、中にオレンジ色の LED が組み込まれてます。はい。で、先端に放熱用のファンがついております。これウインカーにもファンついてるんだね。で、これはね、抵抗器内蔵になりますんで、通常 LED ランプをウインカーにつけると点滅がね、早くなります。本当にね、抵抗がね、バルブ切れという風な感じでね、なりますんで、車の方でね、点滅早くしてしまいます。ので、
抵抗器っていうのをね、別につけないといけないんですが、これは元から内蔵されてますんで、通常のバルブ交換だけでね、済みます。はい。これも優れものですね。ちょっと点灯の状況とかはね、後で見てみたいと思います。はい。じゃあこちらもね、ちょっと楽しみにしてたんですが、これはね、スモールランプになりますね。はい。お、すげえ。これもね、同じくエンブレムがついてきてるのかな。はい。で、このスモールランプ、LED がね、まず上と横、全部ついてます。これ結構明るそうですね。で、何しろね、10個セットなんですよ。先ほども言いましたけど。なので、1台はね、これ1個買えば大体賄えると思います。このね、T10 バルブなんですが、T10 バルブね、これを多分10個以上使う車なかなかないんじゃないかな。うん。っていう感じで10個入ってきてますんで、これもね、今回は車幅とスモールランプ、そちらの方にね、取り付けしていきたいと思います。はい。じゃあまあ、中身の方ね、まあこれぐらいにして、実際のね、取り付けの方をやっていきたいと思います。ちょっとね、準備します。はい。ではね、今ちょっと準備の方しました。で、ここにね、なんで段ボール立てておいてるかっていうと、フォグランプね、玉交換するときに、もう一回光軸調整をしないといけないんですけども、それができるように、今、ここにターゲットをね、こう置いております。で、ここに、ライトを照射させて、今どれぐらいの高さがあるかっていうのをね、まあ、純正から変える人でしたら、まあ、そのまま、純正の位置をマーキングして、そこに戻してあげればいいと思います。で、車外に変わっている方はね、合わせ方あるんですけども、基本的にはね、この取り付けの高さ、これメジャーで測ってね、その高さより下であれば問題ないです。で、上に行っちゃうとね、対向車線眩しくなるし、水平はね、あまりちょっとよろしくないので、ちょっと下げてあげてね、まあ、10分の1とかね、下げてあげるとね、ちょうどいいかなと思います。で、2色切り替えの場合は、黄色と白、どっちをね、透明、近めにするかで変わります。バルブのね、LED の位置が違いますんで、どっちかがね、ちょっと透明、どっちかが近めという風になりますんで、まあ、私は今ね、これ車外の LED バルブなんだけど、これはね、白の方をね、透明にして、黄色は近めにしてます。まあ、黄色でね、透明照射するとやっぱり対向車眩しいですし、あと雨とか霧とかの日はね、やっぱり下の方をね、黄色で照らしてあげた方が道路見やすいので、常時、白で点灯させて、まあ、霧とか雨の時はね、雪の時とかは、黄色で、ちょっと下の方を照らしてあげるという風な感じで私は使ってます。はい。じゃあこんな感じでね、一回ちょっと照射させて、マーキングの方していきたいと思います。はい。で、今ね、照射させてるんですけど、日が当たって分かりませんので、極力ね、日が当たってる時はやらない方がいいと思います。今ね、ちょっと曇ってたからいいかなと思ったんだけど、ちょっと日が当たってるんで、ちょっと曇るまでね、待ちます。その前に、ちょっとヘッドライトの方をね、ちょっとばらして、ヘッドライトバルブ、あとウインカーとスモールバルブ、そちらの方をね、取り付けしていきたいと思います。で、使う工具はね、まあ、電動工具使ってもいいんですけども、まあ、通常ね、持ってない方もいると思いますんで、通常のラチェット、10ミリとね、あとドライバーかな。ドライバーと、あと、マイナスドライバーね、1個あればいいかなと思います。これはね、クリップを外すときに使います。で、クリップリムーバーって専用のね、プライヤーがあるんだけども、それ持ってる人少ないと思うんで、まあ、これでも代用できますんで、今回はこれやり方でね、ちょっとヘッドライトの方を外していきます。エブリーのヘッドライトはね、ちょっと普通の車と違ってめんどくさいです。で、後ろにね、スペースがないので、ここからね、手を入れてバルブ交換ってできないんですが、通常の乗用タイプの車であれば、わざわざヘッドライトを外さなくても、この場でね、バルブ交換もうすぐできますんで、ちょっとエブリーのやり方をやっていきたいと思います。
はい、じゃあ今ヘッドライトを固定してるボルトクリップね全部外して、あとバンパーのね上側を押さえてるクリップとボルト、これもね外しました。ちょっと手前にねこう曲げる必要がありますんで、バンパーまでは外さないですけども、ちょっと避ける必要がありますんで、ちょっと今ね外しておきます。でヘッドライトを外す際に注意が必要なのが、ここ傷つかないようにね、マスキングします。バンパーが当たってね、レンズとかあと塗装にね傷がついたりしますんで、ここにマスキングをしていきます。はい、じゃあここまで来たらちょっとフェンダーのところにねバンパーの爪を外さないといけないので、下からね、ちょっとボルトの方を外していきます。はい、そしたらねフェンダーのところもフェンダーとねバンパーぶつからないようにちょっとマスキングして保護して、ここねちょっと引っ張ります。はい、そうすると浮かびますんで、ここちょっとマスキング切んないとダメかな。で、最後にね外すのは、ここにね1箇所ボルトがありますんで、これを外せばねヘッドライトのボルトは全部外れますんで、これ最後に1個ね外していきます。はい、そしたらねヘッドライトの方をね、傷つけないようにね気をつけて外していきます。はい、じゃあ今ねヘッドライトの方外しましたので、若干ねちょっと雨が降りそうなのでね急いでやっていきます。でまずねここに、H4 のヘッドライト、ここにね1箇所ついてます。あとこれウインカーとスモールバルブ、これ3つついてますんでね、一気に交換していきます。でこれ逆さまにしないといけないのでね、傷つかないように下にこう何かね、敷いてやった方がいいと思います。でこんな感じでねひっくり返します。はい、じゃあ今ねついてるバルブを外していきます。まずこれスモールバルブね、今ちょっと IPF の入ってますけどね、これを交換していきます。はい、交換はねものすごい簡単ですんで、これを入れていきます。こっちね、T10 なのでねそのままソケットに差し込むだけでできます。はい、こんな感じです。ちゃんと入りますね。はい、次にねウインカーバルブはこれですね。はい、これが純正です。じゃあこれをね外します。はい、じゃあこれもね入れていきます。ソケットの方に、差し込んで、はい、これだけですね。はい、でセットします。で次ヘッドランプなんですが、すいません私ねちょっと IPF の LED に変わってるんで純正とちょっと違うんですが、容量はね一緒ですんで、はい、じゃあ外していきます。これ IPF のやつね。でこれねブッシュ切っちゃってるんです。私もう入んないので、ね、ここにねでっかいファンがついてて入らないのでブッシュをね切ってますので、ちょっと純正のブッシュいけるかね確認してみます。で下地の方もねスプリング壊さないようにして、ベースプレートの方ね取り外します。はい、で今ね開きましたので、ここに、スパリーの H4 のヘッドライトを入れます。で今回ねこのブッシュ新品ね準備しましたんで、これをねつけれるかどうかやっていきたいと思います。もう見た感じできますけどね。はい、入りますね余裕で。
純正のバルブとね、同じ形状ですんで、これもね、ブッシュの方は問題なく入りますんで、これをね、入れていきます。こう立てたりするときにね、ステートがね、こう、ぶつかったりすると折れやすいので、これ気をつけてください。折れるとね、車検通らなくなりますんで、で、ここに入れて、スプリングをかけて、こんな感じね。はい、これで終わりです。簡単です。はい、で、これもね、取り付け方向がありますんで、アップとかね、書いてる場合はそれを参考にして、トップとかね、これトップって書いてますんで、これが上なんで、こうなりますね。はい。あ、すごいね。やっぱり純正のブッシュぴったり入りますわ。純正バルブにね、同じ形なので、はい、綺麗にね、収まります。これがね、完璧な状態ですね。はい、これで終わりです。で、もうそうするとね、はい、スモールランプ、ウインカーバルブとヘッドライト、これ取り付け終わりましたんで、あと車に戻していくだけですんでね、早速取り付けしていきます。じゃあ一旦ね、バンパー復元する前にちゃんと光るかどうか確認します。はい、大丈夫ですね。ちゃんとヘッドライト、ウインカーとスモール光りますね。はい。これね、車外のバルブにね、LED やった時にちょっと曲線をね、逆にしたりすると光らない場合があるんですが、これはちゃんと光りますんで、はい、OK ですね。ちょっとバンパーの方、こちら復元していきます。はい、じゃあこれでね、復元できました。時間的にはね、何分だろう、片側10分ぐらいかな、あればできます。これ普通の車でね、ボンネット開けて、後ろから手入ればね、もう5分ぐらいで多分できると思いますけども、エイブリの場合はね、ちょっとヘッドライトを外す必要がありますんで、15分とかね、慣れてない方でも2、30分あれば片方できると思います。はい、じゃあちょっとね、点灯させて左右の違いを見てみたいと思います。はい、今ね、ちょっと日中だから見にくいんですけど、こんな感じです。はい、ヘッドライトね、ちゃんと明るく光ってますね。はい、すごい。あと、スモール、これも意外と思ってたより明るいです。で、LED がね、このウインカー明るいですね。すごい。で、私が使ってた IPF、これがね、ヘッドライト。あと、これがスモールとね、あと、これウインカーはね、純正ですんで、光り方はね、こんな感じで違います。一番わかりやすいのはね、ウインカーかな。ちょっとね、ヘッドライトとスモールはもう車外に変えちゃってたんでね、ちょっとウインカーだけにしてみます。はい、こんな感じです。って言ってもね、なかなか明るくて分かりにくいですが、純正はこんな感じ。ふわん、ふわんってね、電球なので、優しく光る感じですね。LED はね、こんな感じ。もうピカッ、ピカってね、もう節度感のある光り方でね、非常にかっこいいです。はい。こんな違いがあります。すごいね。で、中にはね、ここ、サイドウインカーね、フェンダーについてる車もあるんですが、私のはついてませんので、これついてる場合はね、ここも LED に変えてあげると光り方がね、同じになりますんで、ここだけ電球だとね、こっちはピカピカ光ってるのに、こっちはね、ちょっとふわんふわんってね、電球みたいな光り方になって合わないのでね、やっぱり合わせてあげるとね、前と後ろとね、かっこいいかなと思います。なんでね、私のここについてないかっていうとね、ウインカーにね、ここ出っ張りがあるんですよ。ほら。この出っ張りがあるからね、後ろからもウインカー見えるんです、私の車は。純正でね。なので、こういう車はウインカーついてません。後ろからね、ちゃんと見えないといけないという決まりがあるんで、見えないヘッドライトの車の場合はね、ここに、フェンダーとかにね、ウインカーランプがついてますんで、そういった場合はね、電気を変えてあげると、一体感がね、生まれていいかなと思います。はい。じゃあ、そしたら次、フォグランプですね。やってみます。
はい、今ね、ちょっと曇ってきてね、ちょうど見やすいので、ちょっと影になってるか。これでちょっとね、ラインの方を見て、テープで貼っていきます。これがね、右側ですんで、右側ね、貼っていきます。まあ、どっちかというとね、上につけた方がいいですね。光のラインの上限あたりに、マーキングね、しておきます。まあ、わかりやすくするならね、下もつけてもいいかな。ちょっと下もつけときます。はい、じゃあこんな感じでね、ちょっとマスキングテープでマーキングしましたんで、純正バルブから交換する方はもうこのやり方でいいと思います。で、一回ね、自分でいじったってもうわかんなくなったっていう場合はね、ちゃんと取り付け高さを測って、そこからね、持っていって、ここからのね、地面からの取り付け高さよりね、下げてあげれば、まずね、相手に迷惑かかることないので、で、フォグランプに関しては、光軸の規制がね、まあないっていうかね、車検では、関係ありませんので、ヘッドライトはしっかり調整しないとね、車検通らないんですが、フォグランプはね、まあ自分で調整しても大丈夫です。はい。なのでね、その調整の仕方と、あと交換踏まえてね、ちょっとやっていきます。はい、じゃあまずね、バンパー裏のクリップ外していきます。これね、泥とか噛んでてね、外しにくい場合あるんでね、まあ破損しないように。で、破損した場合はね、これ新しいのに変えてくださいね。海洋品店さんとか、あとディーラーに行けばね、これ純正で買えます。1個100円ぐらいだったかな。で、買えますんで、古いとね、この爪折れたりとかして、再利用できない場合ありますんで、まあできればね、新品にした方がいいと思います。はい、そしたらちょっとめくっていきます。で、バンパーの下にもね、クリップついてるんで外していきます。はい、そうするとね、ライニングがこうめくれますんで、見にくいんですけども、中にあります。まあ、こういう時にね、LED 投光器とかあるとね、使いやすいですね。ちょっと使います。はい、見えますかね。ここにね、フォグランプがついてますんで、これをね、外していきます。これはね、もうただ回すだけなので、超簡単です。こういう風にね、こうインバーターみたいのがついててね、ドライバーっていうのかな。で、ついてて、ちょっとね、複雑な構造してます。じゃあこれにね、スパリーのフォグランプのバルブに交換していきます。はい、じゃあこんなバルブ入ってきたらね、あと、ここをね、くるっと回すだけ。はい、これでね、取り付け終わりです。簡単ですね。はい、ちょっと見にくいんですが、こんな感じになってます。で、今ね、このシルバーのバルブの方ね、これ取り付け終わりましたんで、これにカプラーを挿していきます。はい、じゃあこれでね、もう取り付け終わりましたんで、ちょっと点灯確認ね、していきます。はい、じゃあこんな感じでね、LED のフォグランプ光りました。こんな感じです。なんか明るいで、じゃあね、光軸の方なんですが、合わせ方なんですけれども、はい、ここにね、ちょっと見にくいんですが、見えるかな？ちょっと見にくいんだけど、ここにね、ネジを回すところがありますので、これ手でも回せるやつもありますし、フォグランプはね、上下方向にしか調整できませんので、左右の調整ないので、まあ、比較的楽なんですが、これを回してね、調整します。で、ちょっとね、こっちを見ててください。はい、こんな感じでね、黄色の方が透明になります。なので、黄色を上限に合わせてあげます。で、ここのね、調整ネジ今回しながらね、合わせますんで、ちょっとね、段ボールのね、方を見ていただければと思います。今ね、手で回しますね。はい、こんな感じで上げていきます。こんな感じだね。はい。で、これで、OK です。で、これでね、ちょっと白の方も点灯させます。
はい。じゃあね、白はね、ちょっと、下向きになるんですが、まあ、こんな感じですね。はい。十分じゃないでしょうか。はい。じゃあ、これでね、両方とも、変えていきたいと思います。はい。じゃあ、ここでね、ちょっとだけ IPF のバルブと、今回のスパリーのバルブの、配光特性をね、ちょっと見ていきたいと思います。見るのはね、ヘッドライト、配光特性ね、見てみます。カットラインがね、ちゃんと出てるかどうかっていうのも、やっぱ関係ありますんで、見ます。はい、じゃあ IPF、こんな感じです。ちょっとね、カメラだと見にくいかな。だけども、しっかりとカットラインが出てます。今ね、この段ボールの真ん中ら辺がね、カットライン、ちゃんと出ております。スパリーね。スパリーをね、綺麗に出ますね。はい。ここかな。今、段ボールの真ん中あたりね。ここら辺がカットラインになりますけども、しっかり出てます。なんか、すごいね。ちゃんとしてます。うん。あとね、ちょっと夜にならないとわかんないんだけど、まあ、しっかり出てます。このカットラインがね、しっかり出ないと車検に通りませんので、車外のね、LED バルブ安いからといってね、何でもかんでもつけちゃうと、車検の時にね、ディーラーに持ってってね、これ車検通りませんので、純正バルブに戻させていただきますという風になりますんで、そこはね、ちゃんと注意して買わないといけないと思います。で、ヘッドライトバルブに関しては、自分で光軸調整はね、できないことはないんだけども、ちょっとね、機械がないと難しいです。ライトテスターっていうのね。私、検査員やっててね、ライトの光軸ね、合わせるんですけども、結構ね、車外の LED バルブ、最近はね、性能がいいので、国産はね、大体通ります。問題なく IPF とかね、ピアとかありますけどね、大体通ります。で、車外のほんと安いやつはね、通りません。なぜかっていうとね、カットラインがね、綺麗に出ないので、機械でね、拾ってくれないんですよ。で、そうするとね、車検通りませんってなりますんで、今はね、ロービームのすれ違い用全照灯っていうんですけどね、それで車検通しますんで、カットラインが出ないと通りません。一昔前まではね、ハイビームの方で通してたので、まあ、カットラインとか関係なかったんですが、今はね、ちゃんとね、作られたものじゃないと車検には通りませんので、まあ、そこら辺はね、ご注意いただければいいかなと思います。はい、じゃあちょっとね、反対側の方もね、全部交換していきたいと思います。はい、すいません。今やってて気づいたんですけども、ヘッドランプとフォグランプ一緒に交換する場合は、ヘッドランプをね、外した状態で、これすぐ目の前にフォグランプ見えるので、これやった方が早いですね。これでちょっと交換してみます。ほら、すぐ外れます、ここで。なのでね、一緒にやる方はね、もうヘッドランプ外した状態でね、これ取り外して、交換した方が早いかなと思います。はい、大変失礼しました。このフォグランプに今よーく見たらね、ここにね、芋ネジがあるんですよ。で、このね、六角レンチもついてきてます。で、これをね、外すとどうなるかっていうと、おそらくね、黄色と白の反転ができるんじゃないかなと思います。ちょっと回せるかな？やってみます。どっちが回るんだろうね。これが回んだ。この黒い取り付け部がね、反転できますね。なので、これを180度逆にしてあげると、こうだね。これで、わかった。これで反転できるんだ。ちょっとね、できないと思ってたんですが、すみません。勉強不足で、これできます。ちょっとこれね、つけてみて、左右でどういう風にね、変わるか、ちょっとね、それを見てみたいと思います。一回取り付けします。はい、じゃあ今ね、反対側の方も全部交換の方が終わりました。こんな感じでね。はい、そしたらね、ちょっとフォグランプの、位置を変えるとどうなるか、ちょっとね、試しに照射してみます。はい、白はね、同じラインですね。で、次ね、黄色にします。はい、わかりましたかね。左の方はね、下に下がってます。で、右はね、上に上がってます。これ逆転したので、遠くを照らすのが白。で、近めが、黄色という風になりましたんで、まあ私はね、どっちかというとそっちの方が好みなんでね、ちょっとこっちをね、もう一回逆転させて、右の方はね、ちょっと入れ替えの方をしていきたいと思います。
はい、どうでしょうか。じゃあ今ね、左右入れ替えて、白をね、透明にしました。で、光軸をね、左右とも合わせました。上のラインにね、合わせてます。こんな感じでね、このフォグランプ結構背光が綺麗ですね。もう本当に横にスパーッと出ますんで、結構綺麗な背光になります。ちょっと黄色にします。はい、黄色もね、背光合ってますね。ちゃんと左右でぴったり、合ってます。こんな感じでね、調整できますんで、失礼しましたね。上と下、白と黄色の切り替えはちゃんとできます。はい。はい、じゃあ今ね、こんな感じで全ての取り付けが終わりました。フォグランプもね、今ちょっと黄色に光らせてますが、こんな感じです。ちょうどいい黄色の色ですね。あんまりね、ちょっと俺、緑色っぽいね、黄色あんまり好きじゃないんですが、これね、ちょうどいい黄色です。で、ヘッドランプもね、綺麗に光って、ウインカーと、スモールもね、ちゃんと明るく光ってます。これだったらね、私が検査するとしたら、合格でしょうね、これは。あとヘッドライトはね、ちょっとテスターにかけてみないと分かんないですが、さっきの背光特性を見る限りはおそらく合格になると思います。っていうかね、もうテスターを見ながらもう合格ラインに持っていきますんで、それで合格になると思います。ディーラーの場合はね。ただ持ち込み検査の場合は一発勝負ですんで、予備検場とか、あと自動車整備工場さん、認証工場さんとかがね調整してから行くんですが、それでね、若干ちょっとズレとかねあると失格になってしまいますけども、指定工場さんとか、ディーラーとかであれば通る範囲かなと思います。私がこれ検査するとしたら通ります。はい。でウインカーなんですけども、これもね大丈夫ですね。何が大丈夫かっていうと、車検に適合するかしないかは、まずこの、明るさとかね、ちゃんと見えるかっていうのもあるんですが、基本的にはその点滅回数ね、1分間で、60回から120回って決まりがありますんで、その範囲内に入っていれば大丈夫です。これね、純正とほとんど変わりない速さですね。はい。これは問題ないです。ちなみにね、ウインカーはね、普通にウインカー出した時と、ハザードを出した時で点滅回数が違いますんで、そこだけはね、ちょっと注意してもらえばいいと思います。ハザード出してね、大丈夫だと思ってもね、ウインカー出した瞬間にね、カチッカチッカチッってね、速くなってしまうと、そういう場合もありますんで、ちゃんとね、抵抗が入ったウインカーバルブ、こちらをね、取り付ける必要がございます。はい、それにしてもね、なんか引き締まって見えますよね。ウインカーバルブがね、オレンジ色の電球じゃなくなったせいで、ここがね、黄色く反射しなくなったんですよ。光ってない時ね。で、今シルバーのままです。なのでね、結構引き締まってます。オレンジ色のね、LED はね、こう覗くとわかるんですけども、前から見るとね、わからないので、結構ね、引き締まって見えます。こんな感じでね、とてもかっこいいですね。で、ちゃんとファンもついてるしね。あとは耐久性に期待っていうところもあるんですが、十分ね、この値段がね、安くてね、とても発光がいいです。これはいいね。あと、フォグランプもね、上下反転できますんで、自分の好きな方向にね、変えて、あとちょっとね、水平だけね、きっちり合わせてあげれば、十分かなと思います。はい、フォグランプのね、光軸調整は、お見せした通り簡単にできますんで、きちんとね、やった方がいいと思います。車外のバルブに変えられている方、あと純正からね、変えられる方、必ずね、高さの焦点変わりますんで、そこはね、きっちり合わせてあげた方がいいと思います。あと、対向車とかにね、眩しくてパッシングされたりすると、迷惑になりますんで、そこら辺はね、きっちり調整してあげた方がいいかなと思います。はい。じゃあね、こんな感じで取り付けの方が終わりました。あとはね、ちょっと夜に、どんな感じの背光特性、あとフォグランプの見え方とかね、そういったものをちょっと運転しながらとかね、ちょっとそういったものを撮影していきたいと思います。じゃあ一旦ね、取り付けの方は終わりにします。はい、それじゃあね、ちょっとフォグランプの方をつけてみたいと思います。はい、今こちらフォグランプだけです。めちゃくちゃ明るいですね。
はい、これだけでね、十分走れます。じゃあちょっと黄色にしてみます。はい、これ黄色。ちょっと手前側をね、照らすような感じで設定しましたが、これ黄色。これだけでもね、十分走れます。フォグランプをね、一回消しまして、で、ヘッドライトだけでね、行ってみたいと思います。はい、これが今ヘッドライトだけ。ちょっとね、外若干雨降ってるのでね、見にくいんですが、はい、こんな感じ。とてもね、廃光の特性はいいですね。ちゃんとカットされてて、乱反射とかはね、あんまりないです。これ IPF の廃光よりもしかしていいかもしれない。うん。こんな感じですね。十分明るいです。じゃあこれにね、フォグランプを付け足してみます。はい。今ね、白と、フォグランプ。白のね、フォグランプと、ヘッドライトの LED バルブを点灯してます。これハイビームです。これロービームですね。はい。じゃあ次にね、黄色のフォグランプとヘッドライトにします。はい。これはね、大丈夫ですね。手前側を黄色照らすんですが、で、奥側をね、白いヘッドライトが照らすんですけれども、うん、十分にね、見えます。手前側は見やすくて、遠くはね、ヘッドライトが照らしてくれますんで、十分にね、見やすいです。これいいね。はい、とても見やすいです。ヘッドライトだけでもね、うん、やっぱりね、光軸がなんかいい感じですね、なんとなく。うん、カットラインがちゃんと出てます。はい、じゃあこれに白いフォグランプ。通常はね、私いつもこんな感じで走ってます。白いフォグランプと、これね、白いフォグランプだけと、あとヘッドライト追加して、こんな感じで走ってます。はい。中からね、運転した感じもとても見やすいですね。うん、夜でももう快適です。超快適です。はい。車内の動画はね、こんな感じでした。はい。ヘッドライトのね、廃光なんですけども、今ね、ちょっと近くの公園に来てたんですが、見えますかね？とても綺麗です。ここね、エルボー点とこう、あるんで、あと、カットラインがね、こう出てるんですが、とてもね、綺麗に出てます。もうね、カクッと出てますね。いやー、これはね、すごいですね。日本製の、有料なね、メーカーさんのありますけれども、それとね、ほとんど引けを取らないぐらいの、うん、すごいカットラインがね、ちゃんと出てます。これすごいですね。はい、じゃあ夜になりましたんでね、フロントの方を見ていきたいと思います。今、スモールとね、フォグランプつけております。これはね、とてもいい感じですね。色合いも同じような色合いですね。はい。で、フォグランプもね、ちゃんと光軸合わせましたんで、今ね、ここに走ってくるまでもね、十分揃ってます。綺麗にね、奥行きの方はね、揃っております。ちょっと黄色にしてみます。はい、これ黄色ですね。そうすると、手前側はね、黄色。こんな感じでね、手前側は黄色になりますんで、あと奥側はね、ヘッドライトを照らすようになります。これもね、ちょうど見やすいですね。霧の日とか、雨の日、雪の日はね、ちょうどいいかなと思います。で、この黄色はね、とてもいい感じの黄色です。はい。優しい色の黄色っていうかね、そんなにこう、レモンイエローみたいなね、こんなこう、黄色、緑みたいな、そんな感じではないですんで、とてもね、優しい色です。はい。次、ヘッドライトつけていきます。はい。ヘッドライトだけだとね、こんな感じです。はい。スモールとヘッドライト。これもね、色はね、そんな大して差はないですね。違和感はないです。はい。ちょっとね、カメラだと見にくいですけどね。はい。こんな感じになっております。先ほど見たようにね、カットラインがね、ちゃんと綺麗に出てますんで、今ここに来るまでもね、とても見やすかったです。はい、じゃあこれにね、ウインカーの方つけてみます。はい、じゃあね、今、スモールとウインカー、こんな感じです。はい、とてもかっこいいですね。メリハリのある点滅で、もうピカッピカッとね、なってとてもかっこいいです。はい、じゃあね、全点灯していきます。
はい、じゃあこれでね、フォグランプと、ヘッドライト両方ねつけました。こんな感じです。はい、とてもねいいね、かっこいい。これはいいと思います。私昨日までね国産の LED ヘッドライトの LED ポジションバルブ、IPF さんのねつけてたんですが、ほとんどね遜色ないですね。何が変わったかってね、ほとんど変わらないかな。色味もほとんど同じ感じで、配光特性もねとてもいいです。ここ見ると分かるんだけどね、ちゃんとカットラインがねこう出てますので、車検もね問題ないんじゃないでしょうかね。はい、こんな感じです。とても見やすいね。はい、こんな感じになりました。かっこいいねこれLED バルブっていうのはね、自己満足っていうのもありますんで、あとはね、長寿命化でねバルブ切れっていうのはね起きにくいんですが、本体の方がね故障した場合は、壊れることもありますんで、ウインカーとかはね特に抵抗器が入ってね壊れやすいんですが、ファンがついてね、冷却してこう冷ますようにはしてますんで、それのねちょっと耐久性の方に期待したいと思います。はい、じゃあねフロント側 LED 化ということでね、ヘッドライト、あとポジションバルブ、ウインカーとフォグランプね、全て取り付けの方が完了いたしましたので、こんな感じになりました。はい、じゃあ次回ね、また後ろの方やっていきますので、よろしければ見ていただければと思います。と商品のリンクね概要欄の方に貼り付けしておきますので、よろしければ見ていただければと思います。はい、ありがとうございました。